白髪染めトリートメントとヘナ染め、これどっちがいいのって、ヘナがめんどくさいから白髪染めトリートメントでいいんじゃないのっていうですね、ご質問、これについてですねお答えしたいと思うんですよ。これ実は白髪染めトリートメントっていうのね、市販で言ってますよね。トリートメントしながら自然に白髪を染めましょうっていうやつですよね。これとヘナっていうのはね、共通するねメリットとデメリットっていうのがあります。だいたい共通してるものがね何個かあるんですよ。メリットはまず美容室さんとかでやるとか、あとその市販のねドラッグストアで売っているケミカルのカラーリング剤に比べると、圧倒的に髪へのダメージは少ないです。これはケミカルの方はキューティクルの中に入り込んで、そしてメラニンを破壊することによって色をつけていく、メラニンの破壊行為っていうのがこの白髪染めトリートメントにもヘナにもないんですね。なので髪をコーティングするようにして色をつけていくので、髪へのダメージは圧倒的に少ないと思います。デメリットとしてはこれも共通してるんですけど、まず色のコントロールができない。だいたい黒くなります。もしくは茶色かちょっとした茶色か、ニュアンス的なすごい綺麗な栗毛色みたいなのとか、アッシュ系とかさ、なんかそういったニュアンスを出すってことはできないんですね。それはもうしょうがないんです。で、私もずっとヘナで染めてるって言いましたけども、もう圧倒的に真っ黒系ですよね。私の場合はヘナとインディゴで染めてるから黒くなってしまいます。あともう一つはね、意外と知られてないんですけど、こういうふうに一回白髪染めトリートメントとかヘナとかで髪の毛を染め出すと髪をコーティングしてしまうってことがあるので、美容室さんでカラーリングをしようと思っても思った通りの色にならないんですね。美容師さんがすごく困るらしいんです。自分の狙った通りの色が出せないから、染まりにくいし思い通りの色にならない。これが美容師さんがヘナ染めとか白髪染めトリートメントをすごく嫌がる理由の一番だって言われてます。髪にはすごくいいことなんですよ。私たちにとってみれば、この発毛や育毛にとってはすごくいいことなんだけど、美容師さんのプロフェッショナルの仕事を邪魔するものであるっていうことですよね。なのでこれはいつも美容室にね行って、お決まりの美容師さんにね髪を切ってもらってる習慣のある人は、やっぱり何の断りもなく いきなりね自分の勝手でヘナ染めとか白髪染めトリートメントをしだすと美容師さん困ってしまうっていうことなので、必ず相談してくださいねって多分言われると思います。はい、でそれをね踏まえた上でまずね共通して言えるところの髪へのダメージが少ないっていうところですよね。メラニン色素を破壊しないからどっちもいいんですけど、白髪染めトリートメントっていうのは塩基性染料っていうのが主原料なんですけどね、それで髪をねスルッとコーティングするんです。ヘアマヌケアみたいなもんなんです。ヘアマヌケアやったことある方知ってると思いますけど、結構退色が早いですよね。落ちやすいですよね。ヘナってもっとタンパク質にしっかりと絡むんですね。絡んで髪を守るようにして色がつくんですね。なので洗っても正直退色していかないです。もう本当に退色しないです。白髪が出てきたところは白いですよ。でも染めたところがだんだんとここがね色がどんどんと薄くなっていくかっていうと、そういうことないんですよね、ヘナって。なのでヘナ染めの方が長持ちします。白髪染めトリートメントっていうのはやめたら退色が早いって言われてますよね。なのでここで一生がヘナに上がります。軍配がヘナに上がります。でもう一つがですね、染め方なんですけど、染め方染まり方、これがトリートメントの場合はさ、1回で絶対染まらないんです。1回じゃ絶対染まらない。何回も繰り返すことによって徐々に色がついてくるんですよね。でヘナっていうのは一発で染まります。1回で染まり代わりにツータッチって言って、ヘナをやってそしてインディゴをやってっていう2回染めなきゃいけないの。トリートメント簡単じゃないですか。おシャワーの後にね使えばいいだけだから、すごく手軽なんですよね。それ考えると1回で染まる染まらない、でも超めんどくさいのと簡単っていうので、ここで引き分けかなって私は思ってます。でここでね1引き分けなんですね。圧倒的にヘナがいいって私が太鼓判を押す理由、これはですね、発毛とか育毛とかここに関わってくることなんですよね。だいたいヘナをやる人って髪の毛が薄毛になってきたり、なんか抜け毛が増えてきたり、そういう髪の毛のねボリュームのこととか、そういうことがね、白髪もさることながらですよ、髪のボリュームとか抜け毛とか薄毛とかそういうことが気になってケミカルなものをやめてヘナにしようかなって考えてると思うんですよ。そこが問題なんですね。大体において皆さんトリートメントって地肌からべったりつける人っていますか？
トリートメントってね、べったりつけちゃいけないものっていう認識ありませんか？トリートメントをね、地肌にべったりつけるとね、コーティング剤でね、毛穴が塞がってしまうとか、落ちなくてしっかり落とせなくて、それが原因でフケになったりとか、あと匂いの原因になったりとか、毛穴を塞ぐことによるトラブル、そして薄毛になるんですよね。白髪って毛先から出てくる人っていないですよね。白髪ってこの根元から出てきますね。白髪染めってべったりと根元からつけなきゃ意味がないんですよね。そこがね、地肌にたっぷりとつけてはいけないトリートメントと、地肌にたっぷりつけなきゃ意味がない白髪染め、この性質と目的がまるで共存しないんですね。相反することなんです。トリートメント剤の中に白髪染めの成分が入ってるっていうのは、私はナンセンスなんじゃないかなって。染まるっていうこと自体においては染まるのかもしれないんだけど、育毛のことに主眼を置けば、これはもう全く相反することをやっちゃうんじゃないかなっていうことです。ヘナっていうのはべったりと地肌につけるべきものなんですね。地肌につけた方がいいんです。髪のため、地肌のためにいいものがヘナなんですね。髪の毛のことを考えると断然いいっていう、ここが完全にですね、明暗を分けるっていうかね、勝敗を分けるところだと思うんですね。ただ単に白髪染めだけのこと考えれば、正直一勝一敗だったりするかもしれないんですけど、どの道ね、メリットとデメリットは共通項があるわけですから、似てるんですよ。似てるんです。とっても似てるんです。ある一点、この発毛、育毛、髪の毛のその抜け毛とかそういうことにおいてはヘナ、こういうふうに認識してもらったらいいかなって私は思ってます。2勝0敗1引き分けで圧倒的にヘナの軍配が上がるんです。もう絶対ヘナいいんでね、真っ黒になっちゃうとか、あと美容師さんに行って髪の毛染められなくなっちゃうとか、確かにそうなんですけど、髪の毛ね、これからやっぱり美容室に行きたいって思ったら、やっぱ数ヶ月間は髪の毛の色が美容室に行ってもうまく出ないってことをですね、想定して、そのうちね、このヘナのコーティングがだんだんと抜けてきたら、また染まるようにはなると思います。すぐには染まんなくなるっていうことですよね。はい、というわけで、そういう髪の性質ね、ちょっと美容師さんはもしかしたら完全には言いにくいこともあるかもしれないので、その辺のことをですね、私が解説してみました。私は断然ヘナ派ですので、ヘナ一押ししています。というわけで、ぜひご参考になさってみてください。今日はこの辺で、では、いいねのグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。5万人目指して頑張ってます。はい、それでは皆さん今日はこの辺で、ではさようなら。皆様ご視聴ありがとうございました。レイテノールアカデミーのお知らせです。当初はこの春6月の開校を目指していたんですけれども、ちょっと私事の事情で本当に申し訳ないんですが、今少し準備が遅れております。この夏8月の開校を目指して今準備を進めているところです。お待ちの皆さん、本当に申し訳ございません。今しばらくお待ちくださいませ。ガイダンスの動画を作成しましたので、ご興味のある方は概要欄のですね URL からぜひご覧になってみてください。それでは今日はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。